大変だ大変だ。またスシローのお得キャンペーンが始まったよ。これがお得新鶴瓶の力なのか。今回はイクラ、大トロ、本ズワイガニがお得みたいだよ。インフレの時代こういうキャンペーンは嬉しいですわね。アニメコラボは引き続きストリートファイターだ。俺よりお得なネタに会いに行くお得新鶴瓶だそうですよ。同業他社にも行っちゃうのかな。確実に喧嘩になるね。今回も最後にベストお寿司とワーストお寿司を発表しちゃうよ。最後まで見てくれたら嬉しいです。忖度なしの食レポで敵を作る回転寿司専門チャンネルです。最新のお寿司情報をいち早くお届け。お得新よりお得なネタを探しに行く。鶴瓶師匠と喧嘩になるよ。まずは割引してあるお寿司から食べようか。今回は3種類ですね。どれも美味しそう。美味しくてお得だなんてもう最高だよね。これだけ食べても満足できそう。まずはみんな大好きなイクラだよ。いつもは180円が100円とかなり攻めた値段設定だ。見た目はいつものイクラと同じ感じですね。そうだね。いつもチェックしてるから間違えないよ。やだ怖い。人気らしくたくさんの注文品が流れてたよ。これを機会に食べる人が多そうですもんね。続いてはボイル本ズワイガニ1貫。これは180円が120円と60円のお得だね。それでもカニ好きには嬉しいね。20貫食べたら1200円のお得だ。さすがのカニ好きもそんなに食わねえよ。ただ写真より小さいよ。まあ120円な話よしとしましょうよ。最後はみんなの憧れ360円特ネタ大トロがなんと260円。気分はブルジョワジーですわね。しかもかなり大きくないですかこれ。最新のステルス缶みたいな形だね。なんじゃそりゃ。油がすごい乗っててお口の中で溶けちゃうよ。というくらいかなり脂っこいので1貫でいいかな。おっさんおつ。さて後半は期間限定。しかも120円皿の紹介だよ。同業他社はそういうお寿司が少ないですもんね。これもお得新鶴瓶の力なのか。スシローにとったら疫病神だね。楽しいお寿司動画。今回のお題はお醤油よ。皆さんどうやってお寿司のお醤油つけますか？お醤油ボトルで直接ネタに垂らす。私はこれなのよね。次にお皿にお醤油を入れてつける。なんだかお上品ですわよね。最後にネタ剥がしてお醤油に浸して戻す。お行儀が悪い。でもこれが一番合理的な気がしますわ。それでは本編の続きどうぞ。まずはマイカ耳の登場だ。視聴者さんがおすすめしてたんですよね。なんといっても大きいよ。ほとんど酢飯を覆ってますもんね。でもすごい滑るよ。秋山ぬるぬる事件かな。甘めのタレでつけてあるのでお醤油なしで OK。 ちょっと硬いので注意してくださいね。これ見てみて。天然生車エビも120円。車エビって高級なイメージがありますよね。ちょっと小さいけど肉厚だよ。プリプリ食感も期待できそうですわね。同価格で赤エビと生エビがあるけど赤エビほど生臭くなくって生エビよりボリュームあるよ。全部食べ比べると楽しいかもね。最後はベビーホタテ食べ比べ120円。醤油炙りとボイルの2種類ですわね。醤油炙りはそのまま食べてみたんだけどあまり炙り感はないね。香ばしさを期待してる人は注意ね。ベビーホタテとは言ってもホタテ旨味がすごい。ただ一粒を横にスライスしてありました。ああもう気持ちよく終わらせてよ。それでは今回のベストお寿司の発表をお願いします。今回のベストお寿司はどんどこどこどこちゃん味。ちょっと待てい。本編に出てきてないじゃないの。いつ食べたの？こっそり食べました。美味しかったです。それじゃワーストお寿司を教えてくれる？今回のワーストお寿司はどんどこどこどこちゃんボイル本ズワイガニ1貫。確かに60円安いのは嬉しいんだけどちょっとボリュームがないかな。味もちゃんとカニを感じたんだけど他のお寿司が良すぎたよ。同じ時代に生まれたのが不運でしたわね。最後までご視聴ありがとうございました。ここからは前回の再放送になります。まだ見てない人は見てくださいね。おしまい。皆さんこんにちは。暑い中大丈夫でしょうか？お寿司でスタミナつけましょうね。お寿司でスタミナつけるって発想がなかったわ。でもネタによっては疲労回復効果ありそうですわね。それで今日はどこのお寿司屋さんに軽自動車で行ってきたの？今日ははま寿司で8月6日から始まったキャンペーン「うまネタ夏祭
祭りだよ。わっしょいわっしょい。正直変わり映えしないネタなのだ。はい、何か言いましたか？何も言ってないよ。わっしょいわっしょい。なんじゃそりゃ。今回もベストお寿司とワーストお寿司を発表しちゃうよ。気になる人は最後まで見ていってくださいね。忖度なしの食レポで敵を作る回転寿司専門チャンネルです。夏は暑いけどいろんなイベント、わっしょいわっしょい。夏祭りキャンプ花火大会、わっしょいわっしょい。こっちなので関係ないですけどね。今回は自虐ネタか。レアメニューを8種類食べてきたよ。どれも美味しそうなお寿司がいっぱいね。ただ今回は一皿一貫が多いのがちょっと残念だね。気がついてたらお皿が増えてるわな。まずはエビ天シャキシャキネギチリソース165円だよ。いつものエビ天の上にネギとチリソースがトッピングしてありますね。チリソースのスパイシーな香りが漂うよ。ところではま寿司のエビ天って細すぎない？小指くらいの太さで草。ネギを売りにするだけあってシャキシャキ食感がいいね。チリソースのピリリとした辛さも刺さる人には刺さるかもね。ただエビ天にネギとチリソースプラス50円はちょっと高いかな。気になる人は試してみてくださいね。今回の目玉商品の直火焼きマグロは110円。これが目玉商品ってのはちょっとパンチが弱いかな。大葉ニンニク醤油でつけてあるのかしら。確かにニンニクの香りがプンプンするぜ。デート中は食べない方がいいかもね。はま寿司はデートに使わんでしょう。ならサイゼリアだね。中学生のデートかな。確かにニンニクの香りが特徴的だけど普通のマグロでいいかな。ちなみに大葉の風味はよくわかりませんでした。これも写真の大きさからして目玉商品なのかな。コーンの天ぷら握り110円なんだけど、あれこれってもしかして、もしかしたらもしかしますわよね。ああ、やっぱりもしかしましたよ。ですよね、そう思いましたわ。一皿2貫で提供されていますけど、おそらくは一皿1貫です。後から気がついたから仕方ないわよね。かっこ棒。カリカリに揚がったコーンは甘くて香ばしい。でも酢飯とは合わなかったです。頭をトウモロコシご飯に切り替えて食べましょうか。これもはま寿司のキャンペーンでよく登場する宮城県産大切り金華しめ鯖165円だよ。そしてお約束のダジャレ金華の大冒険。おっさんおつ、もう5回くらいは聞きましたわ。あと5回は言いたいね。コメントも毎度おなじみなんだけど言うほど大きくないのと味も普通のしめ鯖との違いがわからないや。わっはっは。110円のサバの押し寿司の方がお得ですわね。さて後半は残りのお寿司を紹介しちゃうよ。みんな憧れのプラチナ皿も登場よ。プラチナ皿注文したので2時間は進んでもいいよね。出禁になるぞ。楽しいお寿司動画。暑い時はお寿司ではなくそうめん、それと冷やし中華ですよね。冷やし中華にマヨネーズ入れますか。なんと 75% の人は入れないんだとか。なんでだよ。騙されたと思って入れてみてね。あってもそうめんには入れないです。それでは本編の続きどうぞ。後半最初は牛カルビキンパ風太巻き165円だ。キンパの大冒険。また大冒険か。ならあと10回は使えるね。3回までにしといてください。具は牛肉卵もやし、あとは草。ちゃんと味わって食べなさいよ。牛肉がかなり甘く味付けしてあるのでお醤油なくてもいいかもね。お野菜もいっぱい取れてヘルシーですわね。一皿1貫になってしまった姿ヤリイカ110円。以前は2貫110円だったんですがね。もう1匹は姿を消しましたヤリイカって名前にしよう。なんじゃそりゃ。足を目いっぱい開いて盛り付けしてあるんだけど、そういう指導があったんですかね。リーク情報をお待ちしております。ゲソのコリコリ食感がいいんだけど1貫と考えるとちょっと高いかな。イカを食べたいなら普通のイカを頼んだ方がお得ですしね。炙りトロにアナゴ165円。これもよくキャンペーンで登場しますわよね。そうだね。1貫だけどアナゴも大切りで言うほど損じゃないよ。でも普通の煮アナゴは110円なのでそっちの方がお得だよ。なら普通のアナゴにするわよ。ところが普通のアナゴよりふわっふわ、炙ってあって香ばしいよ。あのさ、結局どっちがお得なのよ。レンコン天握りかな。暑さでやられたか、しゃあない。今回のプラチナ皿の登場台ででん。豪快海鮮盛り包み319円でございますわよ。サーモン、ホタテ、カニ、イクラ5粒とイクラの皮1枚が薄高く積み上げられてるよ。
くらの皮までカウントしなくてよろしい。カニはカニカマかと思ったけど本物だったよ。100円寿司に通うと疑い深くなりますね。かなり水分を含んでるので一旦フェードアウト。海鮮のハーモニーや味よりどんな食べ方したのか気になりますわ。それでは今回のベストお寿司の発表をお願いします。今回のベストお寿司はどんどこどこどこちゃん豪快海鮮盛り包みサーモンホタテカニのトリオは海鮮最強。319円はちょっとお高いけど2貫分のボリュームは十分あるよ。1貫あたり160円と考えると逆にお得かもね。続いてワーストお寿司の発表をお願いします。今回のワーストお寿司はどんどこどこどこちゃん宮城県産大切金華しめ鯖。鯖のお寿司は鯖の押し寿司しめ鯖炙りしめ鯖があるんだけどお得感で言えば断然グランドメニューの鯖軍団。はま寿司は質より量なんじゃい。逆に違いがわかる人にはお得かもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。おしまい。